どうも、あさきです。本日の動画ではですね、じゃじゃーん。こちらがジャンパーというメーカーのプロポ送信機ですね。T15 という送信機をバングッドさんからご提供いただいたので、レビューしていきたいと思います。ジャンパーさんってもう定期的にプロポをどんどん発売しているメーカーさんで、T20 だったりとか T14 だったりとかっていったいろんなプロポを出している中の現時点での最新バージョンになります。で、こちらですね、こんな感じですごいカラーバリエーション豊富、いろんな色のプロポ出ていて、で今回私はこちらですね、ミントグリーンのプロポにしました。なので早速ご紹介していきたいと思います。ちなみにこちらのプロポですね、技的マークもちゃんと取得されております。では早速開けていきます。まず開けるとこんな感じでハードケースに入った状態になります。で中身見ていきます。じゃーん。おー、かわいい。思ったより薄い緑でした。もうちょっと渋いグリーンなのかなってこれですね、見てたら思ったんですけど、実物はほんとパステルカラーって感じ。プロポのスティックとかスイッチが折れないようにこのついてるプロテクトカバーもう色かわいいですね。オレンジになります。でこちらはバッテリーがついてないのでそこだけ要注意ですね。こんな感じで21700のバッテリー2本ですね。こんな感じで入るので2本、もしくはニセルのリポバッテリーでもいけるみたいです。外すとニセルのバランスコネクタがカチャってついてるので、ここにニセルのリポバッテリーを付け直すっていう形でも使えるみたいです。あとここですね、私が今使っているプロポだったらここスティックになってるんですけど、スティックになってるところが押しボタン式になっております。で私ここをアームにしてたんですけど、こうカチッて押すとちょっとへこむタイプで、へこんだらオンですね。とこっちは押し続けてないとオンにならないタイプというパターンになってます。もしこの部分スティックにしたいよっていう場合は、ここをスティックカチカチっていうスティックに付け替えるようなアジャスターも別売りで販売されているそうなので、そちら購入して付け替えてもいいのかなと思います。ちなみにこちらのプロポですね、タイプ C を挿すところがあって、これかな、多分これですかね。でこのタイプ C 経由で充電ができるようになっております。なのでこのバッテリーの充電器新たに必要かなと思ったんですけど、これ入れて、でこっから充電すれば良さそうです。あとアンテナがこう縦にもできますね。ここまでか、回るのがここまでですね。90度曲がります。あと持つ時ここ便利ですね。裏側にファンもついてるみたいです。あとはこっち側のケース、ハードケースの方ですね。ハードケースの方もこう凹凸ができていて、でこうプロポがぴったり動かないようにこんな感じでぴったりですね入るので、このケースに入れて持ち運べばかなり安心かなと思います。ちなみにサイズ的にはこちら私が使ってる T18SZ なんですが、一回りちっちゃいかなって感じですね。こんな、わかりにくいな。こんな感じになります。じゃあ早速入ってるものから見ていこうと思います。まずこちらプロポ本体ですねの、こちらは ELRS バージョンのプロポになります。なので後ろにモジュール挿さなくても ELRS の信号が出るのでこのまま使えると。ただ逆に双葉だったりとかFR スカイとか ELRS 以外の機体とバインドしたいときはこの後ろですねにこの 4in1 のモジュールをカチャってつけないと対応していないというものになります。で、他入っているものですが、タイプ C の USB ケーブルですねが1つ、あとはスクリーンに貼る多分保護シートかな、これタッチスクリーンになってるので保護シートがついてます。
とプロポスティックのジンバルの多分交換バネとストラップですね、ネックストラップと保証書かなが入っております。ではではちょっとバングッドさんのページで製品の詳細見ていきたいと思います。こちらバングッドさんのページですね。ジャンパー T15 ということで、お値段的には今の為替レート150円ちょっとで25,000円ほどになっております。でカラーバリエーションがこんな感じでたくさんありますね。やっぱこれちょっとなんか明るい、思ったより明るめですねがきます。で、バージョンは日本国内なんで 2.4 ギガしか選んじゃダメです。でスクリーンがカラーのタッチスクリーンになってるようだったりとか、あと今回は ELRS バージョンですねの送信機になります。あと裏に外部モジュールベイですねがつくようになってて、双葉だったりとか FR スカイもこうモジュールベイつけることで使えるよといったところになります。あとはバッテリーですね。さっきお伝えした通り21700 2本もしくは18650 2本もしくは2の2セルリポバッテリーですねが必要になります。ではちょっと早速ですね、設定をしていきたいと思います。でそもそも同梱物にマニュアルみたいなの入ってなかったので、ちょっとジャンパーさんのサイト、ここですね、こちらでマニュアルないかなって見たんですけど、特に設定マニュアルはなく、で別で調べた HTX ユーザーマニュアルっていうのがあったんで、ちょっとざっと見てたんですけど、それぞれの画面の説明がざーっと書かれてて、細かいことは一個一個書かれてるんですけど、じゃあ何をやれば最低限設定できるのかっていうのが書かれてなくって、結構ムムムーっとなっておりました。なので自分がこの TX16S をいただいた時に設定した簡易設定の動画だったりとか、他にもいろいろ調べながらちょっと設定していこうと思います。これ初めて買った人どうしてるんですかね。結構わかんないと思うんですよね。てか私も調べましたなのでこちらの動画お役に立てるといいなと思います。ではですね、まずちょっとバッテリー入れて電源つけていきたいと思います。ですね、硬い。お、入りました。こう OK で閉めます。ほいでここカチッと押して電源入るか。お、つきましたー。ほいでスロットルが下にないとエラーでスイッチが全部上で正常画面になります。で、操作ボタンなんですが、ここ3つとここですねで操作していきます。このボタンの基本的な使い方ですが、まずここですね、このボタンカチッと押すとモデルセットアップの画面に移動します。で一番下は基本的に戻るボタンですね。押すと戻ります。で一番上長押しするとモデルの選択画面になります。一回戻って、でここがカチッと押すとツールズ、ここですね、1個目なんですけど、戻って長押しするとこのツールズじゃなくて3つ目の項目が、デフォルトで出てくるといったような画面になります。で戻ってこっちを押すとユーザーインターフェースの画面かな、こういう画面の設定ですねになります。でこっち側も長押しするとチャンネルモニターという画面に行きます。で設定画面に行って、で2つ目のボタンですね、これ短く押すとこんな感じでページ送りで、長く押すと前のページに戻るという動きになります。で一番下戻るですね。でここの右側のくるくるですが、これくるくるっと回すと項目、この中の項目をこう次に移動します。で真ん中を押すとエンターですね、カチッて押すとこんな感じで選択できます。で戻るというような、基本的な使い方はこんな感じになります。
それでは早速このプロポの方から最低限の設定していこうと思います。まずはスティックのキャリブレーションをしていこうと思います。で、ここですね、システムボタンをカチッと押してシステム画面移動してください。で、ここでカチカチメニュー移動してハードウェアの項目に移動してください。で、この項目でこれですね、くるくる回して下に行ってキャリブレーションっていうのがあるので、これをここ押して選択ですね、カチでプレスエンターザスタートでエンターを押します。でスティックをセンターにまずします。この上と、あとここですね、ここもこのボタン一番上になるように設定してください。はい。でムーブ全部動かします。ですね。バーも動かします。でエンター。ほい。これでキャリブレーション完了です。一番上、一番下。そうですね。上、下。大丈夫そうです。ではでは次に日付設定です。で日付、ここに出てるやつですね。タッチできた。で日付がシステムボタンを押して、でページ、ここですね。ここの2000年になってるので真ん中を押して、これを2024年OK で戻ります。これで日付の設定 OK です。で次にモデルの設定していきます。でモデルが一番上のボタンを長押しして、これがモデル選択。今選択されているモデルがこの黄色になっていて、でここにも書いてますね、アクティブのモデル01と書かれていて、で今回このモデルを使って設定していこうと思います。なのでこのままですね。で新しくモデル作るときはここ真ん中を押して、でニューモデル、クリエイトニューモデル真ん中を押せば作れると思います。まずモデルネーム設定していこうと思います。モデルネームはここをカチッと押して、モデルネームこれですね、真ん中を押して、で今回メテオとかにしようかな。消したい。多分これで戻れるっぽい。で M はこれでいいからね。で消す。終わったらチェック。これで名前変わりました。次はこの ADC フィルターっていうやつ、グローバルからオフにします。なんかこれ飛行機用の設定らしいので FPV ではオフにしちゃって大丈夫です。次がインターナル RF カチッと押して、でこれがクロスファイヤーですね、なってますねので大丈夫です。戻る。ただこれもしこのプロポの ELRS じゃなくて外付けの ELRS を使う場合はここをオフにして、でエクスターナル RF をクロスファイヤーにするっていう設定が必要になります。あとはアウトプッツの項目、ここですね、この項目のこれエクステンディッドリミッツをオンにしておきます。はい、これがスティックの制限を広げられるらしいのでオンにしておいてください。じゃあ次スイッチの割り当てやっていきたいと思います。この OpenTX のプロポっていうのはこのインプッツ、ミックスシーズ、アウトプッツという3つ設定する必要があります。でこの3つなんですけど、インプッツでこのプロポで操作した信号を設定して、ミックシーズっていうやつを通してアウトプッツっていうところから出力してドローン側の受信機に送る。なんでこう倒した時にドローンどういう動きしろよっていうのをこの3つの項目を介して送るというような仕組みらしいです。なのでこれそれぞれ正しく設定する必要があります。じゃあまずは
インプッツ設定していきたいと思います。で、これはまずここの4つは、デフォルトで設定されていて、でこの4つが何かというと、ラダー、エレベーター、スロットル、エルロンの4つなんで、ここのスティック操作の4つですね。こことここの4つになります。でこれはデフォルトで送信機買うときにもうモード1に行って選択して買うと思うので、その時点ですでに設定されているものになります。なのでこの123、4つあるので、5チャンネル以降に自分が必要な操作を割り当てていきます。で今回はアームスイッチとフライトモード、これがドローンを飛ばすときにアクロモードなのか、ホライゾンモードなのか、アングルモードなのか、この3つのフライトモードの設定をしていこうと思います。このスイッチの設定なんですけど、ベータフライトの方では、例えば私はアームが AUX1、フライトモード AUX2 っていうのに設定してるんですが、このプロポ上の5チャンネル目が AUX1 で6チャンネル目が AUX2 っていう風にもうすでに決まってます。なので私がベータフライト上でアームは AUX1 にしているので、このチャンネル5、この次ですね、にアームを割り当てる。で、フライトモードは AUX2 なので、このチャンネル6にフライトモードを割り当てるっていったことをやっていきます。まずはチャンネル5チャンネル目ですね。このプラスを押して、で、5と押します。で、インプットネームまた真ん中カチって押して、で、ここアームにしたいので、アームにします。で、次にソースのところですね。ソース選択してアームにしたいスイッチをカチッと押すと、こんな感じで自動で飛ぶので、そうですね。はい、設定しました。で、戻ります。これで、アーム SE に設定されました。で、次が6チャンネル目に、6にインプットで、モードですね。これは、めっちゃ便利。モード。うわ、めっちゃ便利。OK。で、ソース。で、モードは、この辺にしようかなと思います。なんで、これをカチャ。とすると、SB が表示されました。OK。ほい。で、戻る。あと、7チャンネル目に、フリップオーバーアフタークラッシュと、あとこれ、ブザーもここに割り当てたいんですよね。インプットはこれで OK なので、次のページ、ミクシーズに行きます。1から4はもう設定されているので、特に触らなくて OK です。で、この一番下ですね、追加ポチッとして、チャンネル5を選択して、で、これソースがもうアームが反映されているので、これで大丈夫です。戻る。これでチャンネル5、アーム増えました。で、同じく6と7もモードになっているので、もう設定というか、もう選択して戻るだけですね。これも OK です。はい、これで OK です。次のこのアウトプッツなんですが、これはベータフライトで値を見ながらやる必要があるので、後ほど調整しようと思います。ではでは、早速こいつとバインドしていきたいと思います。で、まずはプロポですね。プロポ側が、こちらカチッと押して、で、この ELRS 選択します。ほい、表示されました。そうすると、下の方に、これかな、バインドとあるので、このバインドを押せるように準備しておきます。で、機体側ですね。これ、機体によってバインドの方法違うので、それぞれバインドの方法は調べてみてください。いきます。はい。で、接続して、受信機タブで、これですね、受信機のバインドを押していきます。で、まず受信機のバインドをカチッと押して、で、こっちのバインド、カチッと押します。バインドできたか？お！繋がったって言ったし、バインドできました。よっしゃい。OK。ではここからベータフライトの設定やっていこうと思います。
まずですね、受信機タブのところでスティックがちゃんと動くか確認します。まずスロットル上にした時にスロットル上下、ロール右左、ピッチ上下で陽右左。はい、方向合ってますね。でこの時もし例えば今スロットル上にしたらバーが右に伸びたんですけど、これ上にした時にこう左にバーが下がっちゃったっていった時の調整方法を見ていこうと思います。で調整方法ですが、これプロポ画面のここですね、カチッと押してインプッツの画面に移動します。インプッツですね。で例えばスロットルですね、スロットルカチッと押してでエディットします。でこの時スロットルがウェイト100になってると思うんですけど、これをマイナス100に変えます。マイナスでいけるのかな。お、いけた。マイナス100にすると、スロットル上にした時に下、下にした時に上っていうこの逆転ですね。バーの逆転をさせることができます。で今はプラスで合ってたのでこう戻しておきます。っていう感じでまずスティックですねが合ってるか確認してください。で次にスティックを真ん中に合わせた時に、真ん中全部1500になってるかどうか確認します。スロットルだけ1545とか6とかになってるので、これちょっと直していきたいと思います。でこれが真ん中サブトリムの調整と言います。でこの後この上上げた時に1960、下が1040になってるんですけど、この上と下がエンドポイントの調整と言います。まず真ん中サブトリムから見ていきます。でサブトリムはアウトプッツですねで調整します。で今見たいのがスロットルがチャンネル3なのでチャンネル3を選択します。こうでエディットですね。でここにサブトリムという項目があるので、このサブトリムを選択してエンターで1500ちょうどにしたいのでこれを下げていきます。ここですね。下げるとここでガンと下げてやるとだいたい1500ぐらいになりました。こんな感じで、サブトリムの値を下げていくと、ベータフライト上も値上げたり下げたりすることができます。ロールとかピッチも同じようにこのサブトリムの項目をいじることで値調整することができます。で次がエンドポイントですね。エンドポイントもここにミニマムとマックスっていう表示があるので、ここでこの値をいじることで調整していきます。まずマックススロットル1954になっているので、2000ぐらいに上げちゃっていいかな。上げちゃいましょうか。マックスが100になってるやつをこの矢印ですねプラスにしてこんな感じで、はい、こんな感じで上げます。でミニマムが1033なのでこれももうちょっと下げてミニマムを押して、これはちょっと下げようかな。こんな感じ、これぐらいに下げるといったような感じで調整していきます。でここのマックスとミニマムの値なんですけど、ベータフライト上のスティック低中高を参考にします。これがベースですね。スティックの真ん中は1500でベータフライト上認識をしているので、このスティックも先ほどみたいに真ん中にした時に、値が1500になるように調整しました。でスティックの高と低なんですけど、ここで設定した値を挟み込むようにこう実際の値を設定します。っていうのもスティック高1900なので、スロットルとかスティックを一番上にした時絶対1900よりも大きい値、包み込む感じですね。大きい値になるようにしてください。で一番下も包み込む感じなんで1050よりちっちゃい値ですね。今996にしたんですけど、ちっちゃい値になるようにしてください。他も一緒ですね。2989 2000超え89とか
はい、こんな感じです。で、あとは、モードのとこですね、が、ちゃんとなってるか、見ていこうと思います。で、さっき、AUX1 アームって言ったんですけど、アームのところカチッと押すと、この黄色いバーちゃんと動いて反応してます。ただ、アームを入れるがこっちなんで、これ、こうですね。アームオン、オフ。で、あとは、ここアングル、アクロ、ホライゾン、ここにしたので、ちゃんとこのスティックで動いてますね。これはこう。ほい。で、あとは、ビーパーとフリップオーバーはここですね。真ん中ビーパーで奥がフリップオーバー。なので、これで大丈夫です。ちなみにこれ設定するときは、例えばここを自動にして、アーム主体ボタンをカチッて押すと、こんな感じで自動で設定されるので便利です。こんな感じかな。基本的な設定は以上になります。ちなみにこちらは、ドローンもともと初期設定は終わってて、で、プロポをこいつに変えた時の基本的な設定になります。ではちょっと飛ばしてみようと思います。まあ機体にバッテリーつないで、つながってます。で、ここですね、アームオン。おー、いけました。おー、あれ、ちょっと待って。ちょっと今スティックが違うことに気づきました。スロットルは OK なんですけど、これラダー、陽ですね。陽を動かすと、なんとロールが動いて、で、こっち、ロールを動かすと、陽が動くという、陽とロールが逆になってしまってます。なので、ちょっとこれ、直していこうと思います。で、直すところが、これ、インプッツですね。の、今逆になってるのが、チャンネル1とチャンネル4ですね。が逆になっているので、ちょっとこれを入れ替えようと思います。まず、ここですね。インプッツに移動して、これですね。で、1と4が逆。で、1がエルロンで4がラダーになれば OK です。なので、1をエディットで、ラダーじゃなくて、にします。OK。で、4をラダーにします。で、ミクチャーもエルロンラダーになってますね。で、アウトプッツも OK。合ってます。これで大丈夫です。では、また機体つないで、今度こそスロットル OK で、陽 OK で、ロールですね。OK です。よし、これでちょっと飛ばしてみたいと思います。よし、ではちょっとリベンジです。なんかおかしいと思ったんですよね。ほい。つないで、OK。いきます。おー、よかったー。ちゃんと飛びましたー。やっぱこれ、スイッチじゃないとちょっとアームしづらいです。よし。というわけで、新しいプロポですね。T15。こちら設定してみました。持ったサイズ感いいですね。結構、手にフィットする感じで持つことができます。あとはちょっとね、ここだけ、取り替えたいところですね。で、後ろもここ、へこんでるので、こう手を置くのにちょうどいい感じですね。グリップ感、ここしっかり握ることができます。はい。あと、色がやっぱり可愛いです。なので、ちょっとこちらのプロポ、また使っていこうと思います。というわけで、今日の動画はこの辺で、バイバイ。